当社 .net の神崎です。皆さんは YouTube の字幕機能はご利用ですか？実は当社のハウツー系動画は字幕解説をつけています。スマートフォン YouTube アプリでは動画の右上のアイコンから字幕を選択。言語を選択すると解説字幕が表示されます。ご利用くださいね。さて今回は以前公開しましたこちらの鉄ヤスリによる線描画製版についての動画を解説を交えて紹介していきます。原子を固定して製版していくのですが、マスキングテープを使った固定方法は簡単で、当社のワークショップでも採用していますが、実は他にも固定方法がありまして、熱ゴテで原子をヤスリ枠に固定することもできます。このように右上、左下、左上、右下の順で固定していきます。この解説はこちらの和歌山絵掃除の著書後版画のすべてにも紹介しています。今回私はハンダゴテを使用しています。割と道具は何だっていいのです。当社ではそのような方針で紹介しています。製版道具には当社版鉄筆を使います。当社版全盛期では日本ではこのような鉄筆が販売されていましたが、現在バンコから復刻で鉄筆が販売されています。当社オンラインショップでも販売していますね。私のワークショップでは銅版画用のボールバニッシャを生徒さんに使用してもらってます。ボールバニッシャを使うメリットとして、先が丸いので線画を製版するときに原子を貫いてしまう失敗は少なく、もともと金属を磨く道具ですので摩耗は少ないのでおすすめです。ただ先が丸い分じっくりしっかりガリガリとヤスリの粒が感じられるように製版しなければ製版できないところは実のデメリットでしょうね。製版するとヤスリの粒による穴が開きます。穴の間隔はヤスリの種類によって違いますが、当社版の線というのは点の集まりでできた線になりますので、印刷した際若干痩せた線になるというところが特徴です。当社のワークショップでは練習の時間を設けて製版を行っていただいています。いきなり作品を作り始めるのではなくて、まず練習。その中で当社版の穴の開け方を体験していただきます。ぜひ皆さんもまず練習してみてくださいね。そして製版後の原子を光で透かしてみてください。いかがですか？細かい穴ですよね。先ほども言いましたが、この穴はヤスリの粒によるものです。ヤスリには様々な種類があり、当社の動画では入手がしやすい XB ヤスリを中心に扱っています。日本語では XB ヤスリと言ったり、シャービーヤスリと言ったりするのですが、斜めに目打ちされた B の粗さのヤスリ、つまり写メヤスリの B という意味でこの記号が付けられています。他、線描画に適したヤスリは XC ヤスリというものがあります。XB よりも細かいのが特徴で、こちらも入手がしやすいヤスリです。もともと当社版は文字を書くための道具ですので、たくさん製造されたのが XB、XC といった種類のヤスリです。XC ヤスリはヤスリの粒が細かい分、文字の製版に適していますね。細かい線描画を行うときも XC ヤスリを使うとよろしいかと思います。この鉄ヤスリによる製版はファイルプレートプロセスといい、イタリアのズッカート、アメリカのエジソン、イギリスのゲステッドナーでも考案され使用されてはいましたが、エジソンによる開発のミメオグラフがもたらされた日本では、この鉄ヤスリ製版が特に発展していきました。この動画の内容は書籍当社版のこれまでこれからの170ページに掲載しています。合わせてご覧くださいね。